皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは。燃料じゃないぞ、ヒュエルだぞ。皆さんは創世神ソフィアというカードをご存知でしょうか？まずこのカードは通常召喚できず、自分、相手フィールド上の儀式、融合、シンクロ、エクシーズの4色を除外して特殊召喚できます。4色を先行で揃えてかつ手札にソフィアを持っていないと召喚できないというかなり重症なモンスター。それに釣り合う効果なのかということでモンスター効果は、特殊召喚成功時、ソフィア以外のお互いの手札、フィールド、墓地のカードを全て除外します。さらっと言いましたが、ソフィア以外何もなくなるということですね。ソフィアを召喚するのも大変なのに、成功してもソフィアしか残らない。それでどうやって勝っていくのか、本編へ行くのだ。今回は上振れした1戦目の紹介。それではいつものお願いします。デュエル開始。以前より動画をご覧いただいているならわかると思いますが、初動は御用ディフェンダー用カードです。成功確率は約7割です。まずはジセノコ槌で妨害対策用カードか上振れカードが来ないか試します。上振れカードの愚かな埋葬を引き、ジャイアントレックスを墓地に送ります。すでに持っていたマジックハウンドから御用ディフェンダーへつなげます。マジックハウンド効果でリプリゲートを墓地に送り、それの効果でレベルを下げ特殊召喚、2体でシンクロ召喚、御用ディフェンダー。御用ディフェンダーから御用ディフェンダーで手3体揃えます。御用ディフェンダー2体でイゾルで、イゾルデの召喚成功時効果、相撲魂をサーチ。イゾルデの効果発動、装備魔法カード4枚を墓地に送って終末の騎士を特殊召喚。終末の騎士の効果で初めに墓地に送るのはシニスターネクロム。シニスターネクロムの効果で自身を墓地から除外してデッキからヘルゲイナーを特殊召喚。ヘルゲイナーと終末の騎士とでエクシーズ召喚、時知らずのリュガレス。リュガレスの効果で墓地の終末の騎士を蘇生。2回目の終末の騎士の効果でデッキからサモンプリーストを墓地に送る。イゾルデと御用ディフェンダー、同じ戦士族2体でリンク召喚、ユニオンキャリア。ユニオンキャリアの効果発動、デッキからおもちゃ箱を自身に装備し、先ほど墓地に送った剣の極めきの効果で自身を破壊。墓地に送られたおもちゃ箱の効果でブナイトマムナムと龍剣シマスター P を特殊召喚。その2体でリンク召喚、ヘビーメタルフォーゼエレクトラム。エレクトラムの召喚成功時効果、ダークドリアードをエクストラデッキに加えます。エレクトラムの効果発動、ユガレスを破壊しグナイトマムナムを手札に加えます。相撲魂とイブナイトマムナムをステールシッティング。ペンデュラム召喚、ダークドリアードと龍剣シマスター P。 相撲魂の効果で自身は手札に戻り、ダークドリアードの効果、水、炎、風属性モンスターを選択。ここではシャンリマが先に墓地に送ったジャイアントレックスをデッキトップに置きます。エレクトラムの誘発効果でデッキから1枚ドローしますので、先ほどトップに置いたシャンリマを手札に持ってきます。エレクトラムとダークドリアードでリンク召喚、神聖魔工房セレーネ。セレーネの効果でサモプリを墓地より特殊召喚。サモプリの効果で手札の魔法カードをコストに悪王アフリマをデッキから特殊召喚。アフリマの効果で闇属性である終末の騎士をリリースし、ソフィアをサーチ。セレーネと龍剣シマスター P。 サモプリで2体目のセレーネ。セレーネから再度サモプリを出しますが、サモプリのコスト用に墓地のガスタの追い風の効果を発動。相撲魂をコストにガスタの追い風をサーチ。セレーネからサモプリ。サモプリの効果でレスキューフェレットを特殊召喚。サモプリとアフリマでエクシーズ召喚、ライトドラゴンアントイグニスター。ライトドラゴンでなくても光属性エクシーズレベル4であれば大丈夫です。レスキューフェレットの効果発動、自身をデッキに戻し、シンプロフユージェニスト、忍びネクロ、フシコポンポスを特殊召喚。シンプロフユージェニストと忍びネクロでシンプロ召喚、アークデプレアラ。シンプロフユージェニストの効果発動、超越融合をサーチ。超越融合を発動、2000LP をコストにアークデプレアラーとライトドラゴンで融合召喚、沼地の泥棒。墓地に送られたアークデプレアラーの効果で儀式系カードをサーチ。今回はネフキスの輪廻をサーチ。墓地の超越融合の効果でライトドラゴンとアークデプレアラーを条件付き蘇生。沼地の泥棒の効果を発動させ、アークデプレアラーの効果をチェーンさせます。沼地の泥棒の効果はあまり意味がなく、アークデプレアラーを墓地に送るために発動させます。アークデプレアラーの効果で同様にネフキスの祭り師をサーチ。魔法使い族のセレーネとレベル4以下持属性プシコポンポスをコストに憑依覚醒でモンニーパーをデッキより特殊召喚。デーモンニーパーの特殊召喚成功時効果で墓地のアークデプレアラーを蘇生。ネフキスの輪廻を発動し、デーモンニーパーをコストにネフキスの祭り師を儀式召喚。ネフキスの祭り師の儀式召喚成功時効果でデッキからメタファイズネフキスを特殊召喚。場の4色を除外し、ようやく出ました、母精神ソフィア。ソフィアの特殊召喚成功時効果、全てを除外する。
除外されたジャイアントレックス、忍びネクロ、さらにはシランリマの効果発動。ワシランリマの効果でソフィアの攻撃力を600上昇。忍びネクロは除外された時特殊召喚。ジャイアントレックスも除外された時特殊召喚。ジャイアントレックスと忍びネクロでシンクロ召喚。レベル合計は6。ペンギン勇者。ペンギン勇者の召喚成功時効果でペンギンモンスターをセット。今回はペンギンソルジャーをセット。ちなみにシンクロ6なら何でも大丈夫ですが、この特殊な状況下で有用なカードは少ないと思います。お相手のターンのスタンバイフェーズ時、先ほど除外されたメタファイズネフキスの効果で自身をデッキに戻し、メタファイズでポイドラゴンをサーチ。お相手のエンドフェーズ時、除外されたクシコポンポスの効果でワニ特殊召喚。次の自分のターン、ギュガレスの効果のためメイン1はスキップ。攻撃していきますが、ワシランリマで足す600しても6600ダメージで足りません。そこでデポイドラゴンを召喚して3体でシンクロ召喚。フルールドバロネス。これで1号外を立てれましたし、一応の点数もいます。お相手のターン、さすがにデスティニードローとはならずにターンエンド。あとはビットダウンですね。対戦ありがとうございました。ということで4色を揃えないと召喚できないそう精神ソフィアを1ターンで召喚し勝利することができました。全てを除外するということは先の大革命より墓地利用できないので勝る点ではありますが、自分も除外されるというデメリットがあります。除外を利用する墓地リソースがなくなるという自分の状況も踏まえなければならず、ロマンの息を出ないモンスターだとは思います。しかしながら場に4色が揃うことはなんかすごい。ちなみに手札次第ではセレーネを残すことができるので5色も見ることができます。また最終盤面次第ではシンプロ8が出ることもありますので、デッキにはシンプロ6、8、10を入れてます。上振れ札は愚かな埋葬でワシランリマかジャイアントレックス。今回採用はしていませんが、チタンでの蘇生札で DDR。シンプロ8をなくしてインスタントフュージョンからの融合モンスターミレニアムアイズサクリファイスを入れるのもロマンでいいかもしれません。いろいろな展開からソフィアを召喚するルートはありますが、約 70% で成功するデッキは自身の種の中ではありませんでした。何かの形で参考になれば幸いです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いできれば嬉しいのだ。よろしければチャンネル登録などよろしくお願いするのだ。